皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一丁名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は前回の動画で少し触れましたが、改めて10thアニバーサリーツアーの瀬取りを振り返りたいと思います。前回は感動のあまり焦り気味に横浜アリーナのレポートをアップしましたので、最初に少し横浜アリーナについてのおまけというか、私の撮った撮影 OK のチューズミーとかも含めて少しつぶやかせていただきます。まず動画をアップした後に公式画像がいくつか出てましたので、それを見ていきたいと思います。順不動な感じになりますが、まずこれはドミネーションですね。私の瀬取り予想の1曲目はスリルだったのですが、やはりサイちゃんは裏の裏の裏を書いて、これまでのツアーと同じ構成を最初に持ってくるというものでした。で、ミンチョの写真ですが、誰かがポストされてましたが、前から見るとリボンが表現されているようですね。白もいいですが、黒も似合いますね。ポスターがお給仕後に販売ということで、誰かが新衣装だと予言されてましたが、バッチリ当たってましたね。で、ミサさんです。胸元がなんかセクシーな感じです。でも相変わらずかっこいいですし、アサシンは継続してますね。で、あーちゃんですが、胸のところがアニメのロボに出てきそうな感じの作りで、白黒のコントラストがかっこよくて、スカート風なボトムスに戻ったのもなかなかありな感じでいいですね。で、サイちゃんですが、自ら言っていた通り、もう完全にメイド服ではないですね。私的には雨雲を操る魔女を想像しました。で、最後は小畑さんですが、これはいい表情ですね。肩の羽が小さくなったとのことで、決して肩幅が広くなったのではないようです。カチューシャも少しおとなしくなって大人な感じになっています。後ろは大きなリボンでしたね。これでメイド服と言えるのは小畑さんだけになってしまったような感じですが、これもバンドメイドが成長したということですよね。ちょっと感慨深いです。で、これはアコースティックお給仕の再現で、ミンチョのアコギとサイちゃんのみであるディファレントとアネモネでしたね。私たちの休憩時間にというホスピタリティも発揮してくれた場面でした。写真はないですが、この後のサイちゃんのピアノ弾き語りのびっくりした靴脱ぐからは反則技でしたよね。で、小畑さんのロッキンミーでアイドル歌手のようにアリーナを一周してくれたところですね。前を通り過ぎた小畑さんはめちゃくちゃ可愛かったです。これはシャンブルズですかね。私は2階アリーナだったので、レーザー光線が上から見えて本当に綺麗で感動しました。で、ミンチョのこの不敵な笑みです。いいですね。これは何の時でしたか？ギターバトルかインスト曲の時ですかね。で、小畑さんのリズムギターソロ、めちゃくちゃかっこよかったし感動しました。このフレットのところの模様が鳩だということで、フラッピーピジョン2かと話題になってましたね。それで最後の銀テープですね。これも事前に誰かが予言というか、銀テープバーンあるかなって言ってたような気がします。ありましたね。でも残念ながら2階アリーナ席の私は拾えませんでした。で、これですね。次にここにバンドメイドの名前が刻まれるんですね。みんないい表情してます。こっちもいい表情ですね。ところでエンドレスストーリーで最後のところの歌詞を変えてきましたよね。多分ですがこんなのって初めてですよね。素晴らしかったです。さすがにファイナルということで気合の入った公式の画像でした。ではここでこれも誰かが予言していた1曲だけの撮影 OK があるのではが実現したチューズミーですが、私の撮ったものを披露させてもらいます。ブレブレですし、最初は慌てたので縦で撮り始めたりとかであまりよく撮れてないのですが、サイちゃんとハイタッチする羨ましすぎるご主人様が映ってたりしますのでご覧ください。
ということで、感動と感謝とサプライズ満点だった横浜アリーナについてはこれくらいにして、10thアニバーサリーツアーのセトリの結果を見ていきたいと思います。まず新曲の3曲です。マギーとブライテストスターは横浜アリーナでも披露してくれました。マギーは横浜アリーナの最後にも流れてましたので、そろそろ MV 出るのかなと思っています。で、シャンブルズメモラブルもほぼ定番で横浜アリーナでもやってくれました。EP のアンリッシュは全て演奏されています。横アリではインフルエンサーやりましたね。日本では大阪ビッグキャット以来でした。しかも小畑さんのソロからという神演出です。ちょっとうるっとしました。で、私は少し予想してましたが、実はないかなとも思っていたアバウトアス来ましたね。10thアニバーサリーツアーでは初です。ここまで温存していたわけです。バックの映像も反則で、これは泣いてしまいました。アンシンワールドからは、ケミカルリアクションと Without Holding Back 以外は全てやりました。ケミカルリアクションはやるかもと思っていましたが、入れませんでしたね。でも多分来年の番外編でやるのでしょうね。ついでに Without Holding Back もやってくれると嬉しいです。で、ディファレントはなんとのアコースティックバージョンを横ありでやりました。Don't Be Long Want Moreはまあなかったわけですが、これは仕方ない感じかなと思います。それでカンカラーですが、やらなかったのが At the Drop of a Hat、The Dragon Cries、Flying High の3曲だけでした。番外編でどれかやるのかなという感じです。バンドマイクは当然なかったわけですが、京都でそれっぽいのはありましたよね。で、シングル曲の Hide and Seek、Smile、Start Over はやらなかったですね。でもこれも番外編に入ってきそうな曲たちです。スクリーミングは定番化してましたし、オンセットは横ありでもやってくれましたね。で、ワールドドミネーションですが、やらなかったのは I Can Live Without You と Fate と Honey だけですね。I Can はどこかで聞きたいですね。Choose Me は横ありでサイちゃんのピアノ弾き語りと撮影 OK での通常演奏とまさかの2回やりましたね。そういえば横ありで1曲を2回やることを予言していた人もいました。すごい洞察力です。で、Just Bring It も All Parts と Decided by Myself 以外全てやるという、これもすごいですね。だいぶ前のアルバムですもんね。それでシングルカップリング曲の Unfair Game とマッチレスガムはやってくれて、ブランニューメイドからは Freedom、Alone、Before Yesterday の3曲でした。で、ニュービギニングからは横ありでついにスリルをやってくれて、まさかのシェイクザットとで2曲やったということになりました。それでなんとメイドインジャパンからフォワード来ましたね。横ありでやるという選曲は完璧でした。これからも前へ突き進んでいくということですよね。こちらはずっとその後ろを追いかけていきたいと思っています。はい。ということで、結果としては、熊本から始まった10thアニバーサリーツアーは74曲となりました。東京ガーデンシアターから始まった2023年で見ると76曲になります。信じられないとてつもない曲数です。何も見ずに演奏して歌うんですもんね。しかもいろいろ演出やアレンジ入れたりしながらですし、何よりもあんな楽しそうに演奏できるのってすごいです。見ているこっちが幸せな気分になれます。以前の動画でうまいんですけどうまいからいいんじゃなくてみたいなことをつぶやきましたが、今回の横ありで感じたのは、とにかく見ているこっちが楽しくて幸せな気分になれるというところが最高だと思いました。あと超絶私事ですが、私は昨年のナンバーハッチからお給仕に参戦したわけで、期間にすると約1年半です。このたった1年半で72曲も聴けたんですね。これもすごくないですか？もう本当に最高です。とりあえず1年間全力で走り続けてくれたメイドさんたちには、まずはゆっくり休んでもらって、自分たちがとてつもないことをしたんだということをかみしめてもらって、またいつもの元気さで指導してもらいたいと思います。ということで、10thアニバーサリーツアーは終わってしまいましたが、新章も始まりますので、ますますこれからもどっぷりの輪にはまっていきたいと思います。今回は以上です。それではまた次回。